それでは1番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマは、あの人が感じる今のあなたへのお気持ち、そしてプラスリクエストありがとうございます。今あなたが周りの人たちにあげられるプレゼント、こちらもテーマで2つ合わせて見ていきます。よろしくお願いします。では1番をお選びいただいた方、お星様が舞う安村さん、こちらで見ていきましょう。まず前半戦です。気になるあの人のあなたに対する今のお気持ち、こちらを見ていきます。これはソルタロットさんからスプレッド展開でもらっていきます。お相手が今あなたに対してどんなお気持ちを抱いているのか、そしてお二人がもっとぐっと距離が縮まる方法、こちらもアドバイスもらっていきましょう。それでは展開していきます。はい、そして最後がねタワーになっていますが、見ていきましょう。これではいアドバイス、そしてはいスター、はいでこの先お相手と何かあったとしても決して諦めないでくださいね。明るく言いましょう。はい、とにかく明るくいきましょうっていうアドバイスが入っています。であとは今のお相手なんですが、自分がもっと強くなっていきたいというか、あなたをリードできるように頼もしい存在でありたいとか、行動に移していきたい、今考えていることを実現化させていきたい、力をつけたいっていうのが出てきています。成長したい、成長した姿をあなたに褒めてほしいとかね、いうのも出てきていますし、あなたのことをこの方好きですね。心の中からあなたのことを大切に思っています。とても魅力的なんですよ、あなたが。そしてお相手と一緒にいるとお互いの力を伸ばし合えるような相性っていうのが出てきていますし、あなたの影響をかなりこの方受けると思います。お互いが一緒にいて楽しいなとか、そういう見方もあるんだねとか、刺激がありますね、お互いが。そしてあなたのことをサポートに入ってくれるようなお相手っていうような相性で出てきています。最近嬉しいことあったんじゃないかなって出てきていますよ。お相手の中ではあなたのことで仲良くなれたとかね、自分が思う通りに進んでこれたとか、そういうのが出てきているので、考えていること、計画通りに進めたとか、アプローチできたとかね、そういうのも出てきています。すごくいいですよね。あなたのことしか見ていませんっていうのがドーンと出てきています。いいですね。はい、今すごく仲もいいですし、急接近してるとかね、最近出会ったよっていう方でもパチパチっと燃え上がるような出会いだったんじゃないかなっていうのが出てきています。はい、いいですね。お相手が考えていること、これからその実現化に向けてあなたへのお気持ちを伝えようって思っている方もいるでしょうし、ただもうすでにお互い思いが通じ合ってると思いますね。はい、だからその先へっていうところを考えてるんだと思います。はい、そうですね。まだ告白受けていないよっていう方は、お相手が思いを伝えてくれる時がやってくるでしょう。お相手的には急接近していきたいというかね、あなたとぐっと仲を縮めていきたいっていう風に考えてるし、チャンスもかかってるし、よーくね作戦を立てています。賢い方ですよね。どうやったらあなたの一番になれるのかなとか、あなたに振り向いてもらえるんだろうとか、自分だけのものにできるんだろうとかね、そういうことを考えています。とってもあなたが魅力的に映ってるんですよ。
モテる人だから自分の他にライバルがいるんじゃないかとか、だから誰より先に自分があなたのところに行くんだっていうお気持ちが出てきています。いいですね。はい、そしてこれは一部の方かもしれません。お相手とね、こう一夜を一緒にするというか、夜を共に過ごす、楽しく過ごす方が出てくるんじゃないかな、期待してくださいっていうのが出てきています。盛り上がりがありますね。今2人にとても勢いがあるのでいいですね。お相手はさらにあなたに向かって近づいてくるというかね、仲を深めていこうっていうお気持ちが出てきています。燃えますね、これはね。いいですね。はい、そしてそのね、お相手からのアプローチ受け取ってくださいって出てきています。あとはタワーのところに対して少し気になるので、ここも対策もらっていこうかなと思います。そして深掘りですよね。タワーは一体何を表しているんだろうっていうことで、ルノルマンから補足もらっていきましょう。お相手はね、あなたに褒めてほしいっていうのがあるんですね。認めてほしい、褒めてほしい、声をかけてほしいとか、わあすごいね、やったねとか、こう何かここ仕事頑張ったからとかって何かね、こうお土産話みたいな形で自分頑張ってきたよとか、こんなことあったよっていうことをあなたに伝えてくると思うんですね。その時にやったねって一緒に喜んでほしいとか、なんか褒めてほしいとかね、かっこいいよとか素敵だねとかっていう一言かけてほしいっていうのが出てきていますね。はい、なんかね、お相手あなたの輝くような星の存在でありたい、スターのようなね存在でありたい。あなたがすごく輝いてるからね、自分もその隣に並びたいって思って努力されることあると思います。だから物事が迅速に変わっていく可能性もあるんですね。この先お相手が自分で動いてくることもあるし、お相手が動く他にも状況が変わってくることがあるので、何か変わったなとか、ガラッと様子が変わった、いい意味でもそうじゃない意味でも何か変わったなって時に、あなたも迅速に対応していくことっていうのが求められてくるんじゃないかなと思います。はい、花束のカード、無知、せかさないで頑張ってるのに足りないのっていうメッセージも入ってるんですけど、無知といえばね、お馬さんのお尻ペンペンってするような無知なんですね。で、せかさないでってことは焦らせないでっていうことも出てきているのかなと思います。ただその焦って何かをしていかなきゃというか、物事がテンポよく動いていくし、それに合わせて迅速に対応していかなきゃいけないっていうような流れになっていくので、その中で急がせないで、焦らせないでっていうようなワードも入ってきてるんですね。だからその2つ意味があります。1つはお互いが燃え上がってる状態なんですよ。今お相手も今テンション上がってるし、あなたもつられてね、こう2人がキュッと仲良くなっていくタイミングなので、周りが見えないような状態、2人だけの世界っていうのがもう出来上がっているので、そこであなたたちのスピードに周りがついてこれないようなことが出てくるかもっていうことで、急激に仲を進展させていきたいとか、早くデートしたい、会いたいとかね、そのようなお気持ちちょっとこらえて、ゆっくりと2人の基盤を作っていくことだったり、慣らしていくことっていうのもアドバイスとして入ってるかなと思います。気持ちがねすごく湧き上がってくるものがめちゃくちゃあるから、もうねどんどんね次々っていう風に行きたくなっちゃうんだけど、ゆっくりと意識していくといいのかなと思います。お相手はお相手で、この方の中でね、あなたに近づくための計画っていうのを立ててるんですが、あなたもそれに対応するように物事をゆっくりに進めていくような意識を持つことに、そこでね計画を立てて、そういう意味で計画を立ててやっていくといいんじゃないかなってことがまず一つ。そしてもう一つは、例えばお相手が早く返事欲しいなとかせかしてくる可能性もあるんですね。そこに対してあなたがちょっと待ってって、まだ対応しきれないからゆっくりやっていこうっていうようなお気持ちも出てくるかもしれません。
すごく嬉しいんだけどね、対応しきれないって、待って待ってっていうようなことが出てくるかもしれないから、そういう時は足並み揃えていきましょうっていう風に優しく声をかけていって、ゆっくりとやっていくといいんじゃないかなと思います。無理はしないことっていうのが出てきていますね。そしてこれからもたらされるものっていうのがやっぱり嬉しいことなんですよね。とってもいい。お相手からのプレゼントがもらえたりとか、本当に嬉しい言葉以上のものが出てくるんじゃないかなっていうのがあります。あなたに差し出されるキラキラしたもの、嬉しくて楽しくて素敵なものっていうのがもたらされるよっていうのがある。だからすごく嬉しいんですよね。なのでついつい盛り上がって夜遅くまで遊んじゃったりとか、ちょっとね無理をして夜更かししちゃうとかあるかもしれないんだけど、それはお相手にも言えるかもしれないね。だからゆっくりと休みながらやっていこうとか、生活を崩さないようにお互いがやっていきましょうとか、そういう一言をあなたの方からあるとうまくやっていけるんじゃないかな、より良くなっていくんじゃないかなと思います。ただお相手の勢いがとても良いのでアタックしてくるだろうし、つい最近もいいことあったんじゃないかな、私愛されているっていうような実感があったんじゃないかなっていうのも出てきていますよ。はい。で、お相手は十分に周りのことも考えながら動いてると思うんですけど、でもね、これから先加速していきます。周りが見えなくなっちゃうぐらい燃え上がるようなことも出てくるので、なのでね、注意深く油断せずにっていうような感じかな。もし障害とか周りのことで気になることがもしあるんだったら、あとは自分たちの体調とかお仕事とか今気にすることが出ている場合は、そこにも目を向けていきながら油断せずにっていうことでアドバイスが入っていました。とってもいいですね。お相手の今のお気持ち、はい、あなたに向いています。すごくいいです。そしていいですね。湧き上がってくる情熱、お相手のことたくさん褒めてあげてくださいねっていうのが出てきていました。はい、ではここまでが前半戦です。一度こちらのカードをしまっていきましょう。で、そしてそうですね、最終タワーで終わってるんですけど、ここね、でもいろんなことで今他のカードの流れとかも見ていても、急速に何かが悪化するとか崩れるとかそういうことではなくて、もっと違うと思うんですよね。ただ何かあったとしても、ここは落ち着いて対応していきましょうっていうのが出てきています。ただね、でもね、お相手は急にね、あなたに対してそっけなくなっちゃうとか嫌いになっちゃうとかそういうのはないので、だから何かあるとするんだったら外部的な要因かなと思うんです。例えばそうですね、急にお仕事忙しくなっちゃってとか、あとは誰かね、その他の人、ライバルとかそういう存在も今見られなかったので、何かあるとするんだったら体調を崩しちゃうとか、なんかね、こう急にやってくるような感じ。でもそれはある意味自分たちが急いで物事を進めようとしたっていうことも原因の一つとして入ってるかもしれない。ついつい遊びすぎちゃって無理が効かなくなっちゃってね、体調を崩しちゃうとか風邪ひいちゃうとか、そういうこともあるかもしれないし、あとはそうだな、なんか大きな仕事任されて会えなくなっちゃう時間が出てくるかもしれないんだけど、でもお相手のお気持ちって変わらないから、そこを信じてくださいねっていうのはありました。はい、ではこの1番をお選びいただいた方の今あなたが周りの人たちにあげられるプレゼントっていうことで、それは形として出てくるかもしれないし、言葉や気持ちとして出てくるかもしれない周りの人なので、まずはあなたの今気になる方に対して、そしてあとはお友達やご家族、周りの方々、あなたと仲良くしてくれている方々に対して、そしてあとは社会的なお付き合いのある方々ですね。仕事先、職場とか、学校とかね、そういうところも見ていきます。3つに分けて見ていきましょう。まずは気になる人に対して。気
気になる人がいないっていうか、このテーマをご覧になってるってことは多分先ほどのね前半戦のこの好きなお相手だと思うんですけど、でも今特にいないよっていう方は異性に対してとしてご覧になってください。これは友人、ご家族とか近しい間柄。これは職場、学校など社会的な関係性の方々に対してっていうことでもらっていきましょう。そしてこちらのラッキーカラーカードからももらっていきます。ラッキーカラーなので、何かプレゼントをあげようと思っている時とかのカラーの参考にしてください。またカードの意味も取っていきますから、そこから連想されるようなものもいいかもしれません。そしてあとはタロットカードでもらっていきます。シークレットパラダイスタロットさんです。これオリジナルのカードも入っていますから、枚数が少し多いですね。はい、ではもらっていきましょう。まずね、ここからいきましょう。社会的関係性の人たち、それはその学校、お仕事の方々とか、あとはそのご近所付き合いだったりとか、少しパブリックな関係性の方々ですかね。で見ていきましょう。はい、そしてルノルマンカードは、レスサイズカマのスカードです。決めた、迷うのはもう終わり、結果は全部私のものっていう収穫ですね、表しています。そして色としてはダークグレー、濃い灰色、忍耐強く控えめ、なんかね我慢してることとか周りの人に対してあるのかなというふうには出てきています。でカップの4番と、月のカードです。もし何かプレゼント今あげられるもの、形としてあげられるものとしてあるのであれば、しっかりと形のあるものがいいんじゃないかなっていうのもあります。一つとしてはね、ちゃんと形がしっかりしたもの。そして食べ物とかもいいと思うんです。形としてもらうんだけど、食べてとか何か消費して使ったりとかしていくもの、消耗品ですね。ゆくゆくは形がなくなっていくもの、食べたら終わりとか使ったら終わりとか、そのような消耗品がいいんじゃないかなと思います。もしお気持ち何か見せることあるとするんだったら、自分の抱えているものとかを打ち出していってもいいんじゃないかなっていうのが出てきています。そして周りの人たちにあげられるものなので、はっきりとした意思を示していくことっていうのが、あげられるものとして出てるんじゃないかなとも思います。まだもう見えていないこととか、自分の気持ち全部言えていない、パブリックな関係性だからね、全部不満とかぶつけるとかじゃないんだけど、まだあなたが隠しているものとかもあって、そこで今言えることがあるんだったら言っていくといいんじゃないかなっていうのもあります。言うことによってお互いの関係性が良くなったりとか、より良くしていくためにもっていう意味でお伝えしていくといいんじゃないかと思うんです。今まであなたは何かを任されたり頼まれたりすると引き受けたりするようなところがあったんじゃないかなと思うんですね。正直早く帰りたいなとか、定時で終わらせて今日は用事があるからっていうふうに思っていたんだけど、ちょっとごめんって残業できるっていうふうに言われると、分かりましたっていうようなところもあったかもしれないんですね。だけどこれからはというか、今ねあげられることとして自分の意思を伝えることっていうのが出てるから、ごめんなさい今日は用事があってできないんですっていう風な日もあっていいのかなって思います。自分のお気持ちをたまには優先させて伝えてみましょうっていうのも出てきていますね。
周りの人に対して気をいっぱい使ってるんだろうなっていうのが出てきています。そうですね。でも使いますよね。パブリックな関係性とかだと相手のことを思いやったりとかもやっぱりしますし、そうするとやっぱりね、気を使っていかなきゃいけないなっていうような上司だったりとかね、先輩っていうのもありますから、もうなんかね、こうわがままな人が近くにいるのかな、近くというか職場とかね、いるのかなっていう感じもします。その方をおだてていかなきゃとか持ち上げなきゃとかっていうのもあるのかなっていうのが出てきているんですけど、ただその人たちともね、うまくやっていくためにも、これからやっていくためにも、もし何か今伝えられることがあるんだったら、自分の気持ち、断りたいときは断ってもいいし、逆に引き受けたいときは引き受けてもいいし、そこで自分が今抑えていることを少しだけ柔らかく伝えていくことがいいんじゃないかなと思います。はい。そしてここね、形としてもし挙げられるものは、消耗品、そして色としてはダークグレー、イメージしてみてください。あとダークグレーっていうのはストレス緩和をする色と言われていますので、ヒーリンググッズだったりとかね、癒しアイテムをプレゼントするのもいいかもしれません。あと軽く何かお配りできるものもいいかもしれないですね。アメちゃんとかコーヒー一杯とか、もういいかもしれません。義理チョコみたいな形でね、みんなにお裾分けできるような箱菓子とかもいいかもしれませんね。はい、では次、お友達やご家族に対してあげられること、そして水色、いいですね。透き通るほどの慈しみの心だって。そして子供のカードです。その時きっとあなたは幼い子供のような眼差しで世界を見ているっていうね、カードも出てきています。こちらのパブリックな関係性も、そして近しい間柄の人も自分から働きかけていくといいんじゃないかっていうのが出てきていますね。やっぱりお気持ちってところを出てきていますね。すごく優しいカードが全部出てきています。すごい。今友達やご家族といい関係性とか一緒にいると落ち着けるような方って周りにたくさんいるのかなっていうのが出てきています。お友達でもこのグループで一緒にいると安心できるとか、親友がいるとかね、いうのもあります。長いお付き合いだっていうのが出てきています。昔から親交のある人っていうのがあるので、ここをすごく大切にしていきましょう。今ここね、たくさんあげられるものあるから、あなたの方からたくさんあげてって、気持ちもそうだし、形もそうだし、あと時間かな。一緒に過ごす時間でお互いが安心できたりくつろげるような時間をあなたが提供していくといいんじゃないかなっていうのが出てきています。はい、たまには童心に帰って、童心に帰って思い出話をしたりとか、子供のような遊びをしたりとか、お腹の底から笑い合えるような時間を持ったりとか、逆に何も言わなくても分かり合えるようなまったりとした時間を持つのもいいでしょうね。すごくいいです。ここ今いい関係っていうのが出てきていますから、あなたの日々の感謝を伝えるチャンスなんじゃないかなって出てきています。そしてこの水色というのは開放感を心に与える色と言われています。優しさや自由という特徴を持っています。不安を和らげる効果もありますので、ぜひこの水色っていうのをそうですね、形としてもしあげるとするんだったらこの色を取り入れてみてください。または色だけじゃなくて、今空間とか時間とか、なんかね、そういう優しい時間を一緒に過ごすことっていうのも一番出てきているので、お食事したり昔話に花を咲かせたりとか、そういうのもいいかもしれません。お泊まりに行くとかね、出てきています。ではここですね、好きなお相手に対してです。はい、犬のカード、薄茶色、ライトブラウン、ユニバース宇宙オリジナル22番のカードです。でワンドの6番、これさっきも出てきていましたね。お相手のことを褒めてくださいって、頑張ってるからお相手
それはあなたと仲良くなろうと思ってアプローチしてくれるのもそうだし、お仕事今頑張ってるよっていう方もいると思う。何か一つ成果を上げてくるから、それを多分ね言ってくると思うんですよ。報告してくる、ね、聞いて今日こういうことあったんだとか、これ頑張ってたことをここまで達成したよとかね、こう褒めてほしいっていうのがもう多分伝わると思います。今褒めてあげるといいんだろうなっていう風に感じると思うので、その時に頑張ったねとか寄り添いながらやったねとかね、そういうことでやってあげるとすごく喜ぶと思います。かけてあげる言葉として、あと一緒にいると落ち着く、楽しいとか、あなただけよみたいな特別ってことを言うとすごく喜ぶと思います。この宇宙のカードっていうのは宇宙とつながるっていう意味もあるんですけど、お相手とね2人でつながっていって、今祝福と前向きなエネルギーがあなたたちの元に注がれていくので、だから感謝の気持ちを持っていきましょうっていうことを伝えてきてくれてるんです。ということは、お相手と一緒に過ごす時間だったり共有できることについて楽しんだりとかお祝いしたり、そしてお相手が何かを成し遂げたんだったら、じゃあお祝いでどこか食べに行きましょうとかお祝いしましょうってこともいいと思うし、2人が今つながっている時間を前向きに捉えて、そして感謝の気持ちを伝え合ってください。これすごくここもいいですよね。そしてノルマンカードは犬のカード。あなたを信じている人がいます。いいですね。とってもいい。お相手とも仲を育んでいけるような、そうだな、プレゼント、2人の仲を確認し合えるようなペアになるものもいいでしょうし、ちょっとしたものでもいいんですよ。あなたのことを思い出してもらえるようなものだったりとか、お互いこれがあるから頑張れるぞっていう、それは写真1枚かもしれないけどね、それを共有することで何かへこたれそうな時でもそれを見ると頑張れるっていうようなものもいいと思います。あとは犬のカードが出てるので、犬のモチーフのものっていうのもいいでしょう。あとはペットさん飼われてる方は一緒にねペットさん可愛がることだったりとか、一緒にお散歩行くとかね、そういうのもいいと思います。楽しい時間が過ごせそう。そしてこちらの薄茶色、ベージュでもいいと思うんですけど、ライトブラウンであります。誠実な心、平等な精神。この色は誠実さや平等の意味を持つ色です。信頼や穏やかさを人に与えます。もしあなたがお相手に対する誠実さ、これをお相手に届けていきたいと強く思うのであれば、この薄茶色の色というのを身につけてみてください。穏やかになる色というふうに出てきています。なので、薄茶色のもの、お洋服でもいいかもしれないですしね。なんかね、消耗品というよりはこれがあるからあなたのことを思い出せるとか、そういうのがいいんじゃないかなっていうのが出てきていました。これも参考にしてください。この1番のね、お星様が降り注ぐ安村さんをお選びいただいた方っていうのは、全部を通して今周りの人たちにあなたが感謝の気持ちを伝えることだったり、お気持ち見せていくこととかっていうのが前面に出てきていました。それを形に表してプレゼントしてもいいですし、それぞれの時間を育んでください、大切にしてくださいねっていうのが出てきていました。特に近しい相手に対しては強く出てきていたので、これも参考にしてください。では、今回は前半戦は今のお相手があなたに対するお気持ちと近未来どうなっていくのかなっていうこと、そしてアドバイスもお付けして、後半戦は今あなたが周りの人たちにあげられるプレゼント、お気持ちっていうところをテーマに見ていきました。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。それでは2番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマは2つに分けて見ていきます。1つ目は今気になる方のあなたに対するお気持ち、好きなお相手があなたに対してどんな思いを今抱いているのか、そして近未来も見ていきます。そして2つ目はリクエストありがとうございます。
あなたが周りの人たちにあげられるプレゼントということで、形としてのプレゼント、もしくは気持ちや言葉、どちらも見ていきましょう。はい、この2つを今回はテーマで見ていきます。ではズキュン安村さんをお選びいただいた方、見ていきます。まずは1つ目、今の好きなお相手があなたに対する思い、どんなことを考えているのかっていうのをもらっていきます。そうですね、ここを見ていきましょう。少しそうですね、一部の方ではお別れしてしまっているとか、距離ができているとか、あとはお相手が年下、あなたが年上っていう関係性だったりっていうのもあるのかなっていうのが出てきています。それぞれだと思うので、今当てはまるところだけお受け取りください。ただし距離がちょっとあるというかのように感じます。お相手が今自分の中に閉じこもっているような状態なんですね。恐れているんですよ。何を恐れているのかって言ったら、変化を恐れているんじゃないかなっていうのが出てきています。なので今一線を置かれているような、引かれているような感じがするんじゃないかなって思うんですね。あなたとしてはより深くお相手を理解していきたい、分かっていきたい、どうしてそう思ってるのか、あなたができることがあるんだったら助けてあげたいとか、お相手が自分の中に何で入ってしまってるのか、何を考えてるのかっていうのを知りたいし、どうしてそう考えてるのかとか、より深く知っていきたい、理解していきたいって思っているっていうところが出てきているんですけど、お相手なんかね、過去のことにとらわれているというか、それで今ちょっと自分の中で外に出る勇気がまだ持てないっていうのがあるんです。外に出るっていうのは、つまりこれ今あなたとの関係性で見ているので、あなたのところに向かっていくために今まだね、自分の中で線引いてるところがあって、そしてあなたと過去お付き合いされていたり仲良かったよっていう方は、このお相手が距離を置いてしまった何か原因っていうのが出ているんですけど、過去にお付き合いしていないし、出会ったばかりでとか、あと前も仲良かったとか、そんなこと全然ないよっていう方だとしたら、お相手の過去の恋愛経験でまだ引っかかっていることがあって、異性に対して積極的になれていないとか、恋愛関係に持っていくためにモチベーションが高まっていないような、そんな感じがします。どちらかなと思います。そうですね、仲良かったんじゃないかなっていう感じもするんですけど、浅い関係性だとしたら、このお相手の中でまだね、乗り越えていかなきゃいけないことがあって、恋愛に対してあまり前向きになっていないような今の状態っていうのがあります。なので今この一定の距離感でいる方がいいんじゃないかっていうのを感じてるんですね。自分の中で答え出しちゃってるんです。この人答えを出してるっていうか、考えてる最中で、考えてるから今とりあえずこの距離感でっていうような、その方が自分も傷つかないし、あなたを傷つけることもないからっていうことで、一歩踏み込まないようなところがあるんじゃないかなと思います。ぐる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 考えていてね、自分自身でどうしていけばいいかってことを多分出てきてると思うんですけど、まだでもね、このあったかい
温室の中から抜け出せないというか、ぬるま湯の中から抜け出せていないような、ここにいた方が安心安全なんじゃないかって、自分のことをね考えてるっていう感じがします。あなたからアプローチを受けたんじゃないかなって出てるんですけど、あなたの方も頑張って勇気を出してアプローチ何回かしたりとか、話しかけたりとか、でデートに誘ってデートしたっていう方もいると思います。だけどそこからなかなか前に進んでいかないような感じもするし、あとはやっぱり前に仲良くて今ちょっと遠ざかってるような、そんな感じもするので、じゃあそれなんで進んでいかないのかって言ったら、やっぱりお相手の中で今まだ抱えてるものが出てきてるっていうのがあるし、あとはあれかな、恋愛に対してあまり前向きになれていないっていうのが一番あるのかなと思います。まだこう楽しかったことを、過去のね、あなたと過去前にデートしたことを考えているんだけど、先のことはあまり考えられていないとか、前向きに考えられていないのがどこかでお互い引っかかっているところがある。だけどもこれ最終結果として見ていくと、近未来物事が動くっていうのが出てくるんですよね。なので今停滞してるとか前進しないって感じてる方は何かしら動くんですよ。それはあなたが動かすのかもしれないし、お相手が動いてくるというよりは、この人自分から今動こうっていう気持ちが出てきていないので、なので何かねこうマイナスに捉えすぎているんですよ。なんだろうなっていうのを見ていきましょうね。カップの10、これも可能性としてあります。たくさん。一つはあなたから受け取っているものがたくさんあった、たくさんあって今溢れちゃってるような状態なのかなと思います。今あなたはあったかい温泉に入りたい、天然のもう湧き上がってくる疲労回復効果のある薬湯に入りたいみたいな、熱いっていうお湯に入りたいんですよ。ですがお相手はもう自分の自宅でもうぬるま湯で使っていたいとかね、ゆっくりとしていたいっていう感じで、あなたは滝に打たれたいんですよ。滝に打たれて滝修行するぐらいの気持ちがあるんですよ。気合が入ってるというか、もうね、お相手しか見えないよっていうところがあって強いお気持ちだけど、それを今抑えてますよね。あなたも気持ちはあるんだけど、無理に物事を動かしてもこのお相手の状態ってあまり今良くないなっていうの分かってるから、こちらの反応を見てあなたも多分お相手に合わせた感じで、今少し距離があるとか、なかなかね連絡取れないとか、前に比べて少し遠ざかっちゃったような気がするんだけど、でも今様子をちゃんとしっかり見ていてって、気持ちとしてはすごくあなたも進んでいきたいんですよ。だけど無理にあなたがお相手にじゃあ何かしてるのかって言ったらそうでもないので、だけどあなたの今思ってるお気持ち、滝に打たれたい本心と、お相手のこのぬるま湯でゆっくりとぬるいプールとかに入ってプカプカ浮いていたいとか、そうプールで表すんだったら、この人ただ浮いているだけみたいな、浮き輪に乗って浮いてるだけでプカプカしていたいんだけど、あなたはバタフライで 100m 泳ぎたいみたいな、その勢いの違いとか熱さの違いっていうところを今出てきているのかなとは思います。だけどあなたは今合わせてると思うんですね。お相手に限りなく歩幅を合わせてると思うので、気持ちとしてはバタフライしたいし遠距離したいんだけどね、ずっとね泳いでいたいんだけど、この人がねプカプカしたいんだったら、私もちょっとカエル泳ぎぐらいで合わせていこうかなとかね、そういうところはちゃんと見えているので、ただ今は全て気持ち受け取れないよっていうところがお相手のところで出てきているんです。気持ちの量の違いだったりスピードだったりテンポだったりっていうところでまだちょっと噛み合っていないところがあって、これルノルマンももらっていきましょう。なのであなたとしても
このお相手動かないんだったら他に新しい出会いあるんじゃないかとか、もうダメなんじゃないか、他に目を向けた方がいいんじゃないかとかっていう風に考えてるかもしれないですね。動くんだったらまた仲良くやっていきたいんだけど、動かないんだったら私は他の人に行った方がいいのかなっていうことも考えてるのかな。お誘い受けてるような気もするんです、他の人から。なのでそっちに行った方がいいのかなとかね。あなたの中でも本命はこの人ってなってるんだけど、少しでも揺れてるようなところも出てきてるかもしれないですね。はっきりさせたいっていうのが出てきてる。決めた。迷うのは終わり。そして結果は全部私のものっていう鎌のカードが入ってるので、自分で結果をつかみ取りたいっていう気持ちもあるし、今あやふやになってることとか進まないこととか、それであなたが落ち着かない気持ちになってることにも決着つけたいっていうところでバツッと出てきていますね。はっきりさせたいっていうのがあります。だから2人の関係性が曖昧な関係性の方もいるかもしれないですよね。お相手的にはそこの立場でとどまっていたい、曖昧な関係性でいたい。だからちゃんとね2人は付き合ってるよってことを口に出さないのかもしれないし、やっぱりくつろぎたい、一番自分らしくいられる場所、手足を伸ばして大あくびしても大丈夫っていうくつろぎのカードが入ってるから、まだ使っていたいんですよね。ぬるい感じで使っていたいっていうのがあるので、過去の思い出に浸っていたいってこともそうだし、あなたとのことで過去仲良かったよっていう方はまだ今の曖昧な感じとか今の距離感を保っていたくて前進できない、まだそこまで考えていないのかなっていうのが出てきているし、あなたはあなたで逆にもう求めてるんですよね。はっきりしたものをちょうだいっていう風な感じで出てきているんです。ただどっちにじゃあ合わせたらいいのっていうところで、まだお相手の気持ちが見えないような感じですね。これがもし復縁希望とかの方であれば、もうあなたはもうはっきりとしてもうちゃんとねお相手がはっきり答え出してくれるんだったら、もう自分もスパッとね次に行けるのにとか、そういうところもあると思うし、その一方でねお相手に合わせて曖昧な関係でこのままのねこんな感じの距離感でいるのもいいのかなっていう思いもあったりとか、やっぱりアンカーのカード、しばらくここにいます。周りが変わっても何のマイペースが強みです。かなりこのお相手マイペースってところを出してきていますね。ペンタクルナイトもマイペースながらもじっくりと考えている。決してなんだろうな、不誠実に考えてるわけじゃないんだけど、ね今自分の気持ちに使っていたいとか、自分の気持ちに甘えてるようなところがある。くつろいでいるマイペースのことに甘えてる感じもするので、それをあなたがどのように受け入れてくれるのかなって、あなたもどのように決めていくのかなっていうところで、でも物事は動き出す。変化の時、あなたの目の前に行き先を示す矢印が現れる。と出てきていました。まずアドバイスとしては、このお相手と寄り添っていきたい、この方が本命でってこの方に合わせていきたいと思うのであれば、今ご自身の中で決めたい、はっきりさせたいと思うことがあるかもしれないけど、今はね持ったままで、それを表に出さずに、そしてお相手のことを思っていてください。思いやっていきましょう。これ以上かっていうぐらい思いやっていきましょう。このままねあったかくしといていいよっていう風にね見ていてもいいでしょう。ただ近未来で物事が変化していきます。そしてあなたの前にヒントが現れます。自分がこっちの方へ進んでいくっていうはっきりとしたものっていうのが出てき始めます。
自分の気持ちが自然に変わっていくのかもしれないし、状況的に流れがガラッと変わるのかもしれないし、お相手が変わるというよりは2人を取り巻く環境が変わるのか、ね、このコウノトリさんは移動とかも表しているので、仕事が切り替わる、転職するとか移動になるとか、環境が変わることによって2人の関係性が変わるのかもしれないし、あなたの中に何かしらの変化を表すヒントがやってきます。もたらされる、そのことによってあなたもどうしようかなっていうことがはっきりと見えてくると思います。今まだあなたの中でもどうしたらいいのかな、わからないなっていうところが正直出てきてると思うので、この人のこと好きなんだけどみたいなところがあるから、どっちも今は持ったままでいいと思うんです。まだ今ははっきりと決めなくていい。この先近い未来決められるようなヒントが出てくるので、その変化を受け止めてから、じゃあやっぱりこの人のことを大切にしようって思うのか、やっぱり今あなたのことを好きだって言ってくれる人との仲を育んでいこうとか、新しい出会いを求めようとか、何かしらあなたの中での行き先が決まる時がやってきます。その時に決めたらいいと思う。今は悩むんだったら悩んだままで、このままの関係性でまずやってみるといいと思いますね。はい、このように出てきていました。ではこちらが前半戦として、お相手の今のお気持ち、あなたに対するお気持ちっていうところで、この方かなりマイペースなんですよね。今はっていうところで、まだ自分の中に入ってるような感じで、そのあなたとの関係性が前になかったよっていう方だとしたら、その恋愛に対して今あまり前向きに考えていない、恋愛自分どうかなっていうところがあるので、それはね、近未来この方が恋愛に対して前向きになれるようなきっかけが出てくるのかもしれないし、ただそのカード全体的な流れを見ていると、そのやっぱり今曖昧な関係性でいるのかなとか、はっきりと恋人関係ってお互いが口に出して言ってるような感じじゃないんだけど、でもなんとなくいい感じとか、はっきりさせたいことがあるんだけどはっきりできないまま来てるような気もするしっていうような方が多いんじゃないかなと思いました。はい、そして次後半戦です。後半はあなたが周りの人たちにあげられるプレゼント、どんなものが今あるかなっていうことで見ていきます。リクエストをいただいたのはクリスマスプレゼントっていうリクエストだったんですけど、ここは大きく見て、今あなたがあげられるものとして見ていきます。ごめんなさい、これ飛び出してきたもの一回端っこに寄せて、そしてここは3パターンに分けて見ていきます。まずここが好きなお相手で見ていきます。そして今このテーマをお選びいただいているので、好きな人がいると思うんですが、もし好きな人がいないよっていう方は異性にあげられるものとして見てください。そして真ん中は近しい間柄、お友達、ご家族に対して今あげられるもの。そして右側がパブリックな関係性、職場、学校とかご近所付き合い、少し遠い関係性の方々に今あげられるもの、それは形として挙げられるものも出てきますし、気持ちや言葉としてかけられるもの見ていきましょう。ではもらっていきます。はい、こちらのシークレットパラダイスタロットさんからもらっていって、あとは、ルノルマン、そしてカラーカードからもらっていきます。そしてカラーカードからももらっていきます。
それでは見ていきましょう。まずここからいきましょうね。パブリックな関係性。職場の方や、そしてご近所付き合い、学校の方とかね、見ていきます。ルノルマンは熊のカードです。私があなたを守ります。あなたは私の背中に隠れていてねっていう、守るよっていうことと、そしてシルバーです。照らす光は正常な光、浄化を表す色です。はい、そしてタロットももらっていきましょう。ソードのプリンセス、そして女帝のカードが出てきています。いやー、人気がありますね。パブリックな関係性の方、職場の方で思いを寄せられてるとか、とても大切にされてるなっていう関係性が見えてきています。そして同じようにあなたも周りの人に対して今優しさを見せるとき、同じく同じような愛情をかけてあげられないかもしれないけど、信仰を深めていきましょうっていうのが出てきているかなと思います。憧れてる人がいるんじゃないんでしょうか。この関係性の方々の中であなたに憧れてる、いいなって思ってる人いると思います。恋愛的要素だけではなくてね、同性から好かれていたりとかっていうのもあると思うんですね。はい、そしてまず形となって今挙げられるものとしては、クマをモチーフにしたものいいでしょうね。クマのキャラクターたくさんいますからね、これもいいと思います。あとはシルバー、銀色のものがいいと思います。そして浄化の色なので、浄化ができるようなものいいんじゃないかなと思います。あとはもうそうですね、パブリックな関係性なので、たくさんの人にあげることになるかもしれないし、この関係性の中でこの人にっていうことがもしねあるとするんだったら、そんなに数多くないんだったら、金属のね、銀、シルバーの小物アクセサリーっていうものもいいと思います。ただ、関係性が遠いので、そんなにねこれっていうものをあげられないよっていう場合は、もう銀色のものを、イメージしたものでいいと思います。例えばカップケーキでこのアルミホイル使ったりとかね、だったりとか、銀の飾りありますよね、スイーツに乗せるやつ、後でテロップさせておきます。アザランじゃなくてなんかそんなような感じの名前のもの、あれを乗せたりとかっていうね、銀のリボンをキュッて結んで配ったりとかっていうのもいいと思います。そして周りの人が疲れてる感じがするんですね。今ちょっと仕事追い込みモードでみんな疲れてるとかね、士気が下がってるような感じもするので、それをあなたはキャッチしてると思うんですよ。だから今疲れてるなっていう方に対しては声をかけてあげるとかね、大丈夫、私の背中に隠れていてねってことは私が守ってあげるからとか、そういうようなこと、安心できるような言葉をかけてあげることもいいでしょうね。はい。そして光っていうワードも入ってるので、浄化やアクセサリー、銀色の他に光るものもいいと思います。あとは缶コーヒーだったりとかね、ちょっとしたものをあげる、ちょっとくつろごう、一回休憩しようかってこともいいと思います。そうですね、形となってもしあげられるものとしては、電子機器に関わるものだったり、スマホアイテムだったりとかね、とか、あとはそのスマホ関連のものであなたの個性が発揮できそうなもの、自分の好みであげられそうなもので、周りの人で少し遠い方々なので、そんなにね高価なものをあげるってわけじゃないと思うので、気楽に受け取ってもらえるし、気楽に渡せそうな、そういうもので、シルバーのもので、あとはスマホ関連だったり、その周辺機器だったりとかで、あなたがいいなって思うもの、これ自分も使ってるからいいよってシェアしていけるものもいいと思います。あとそのものじゃなかったとしたら情報交換っていうのもいいと思うんですね。最近自分これハマってるんだよねってことをシェアしていくことっていうのが出てきています。流行に敏感な方なので、あなたが最新のものを取り入れていたりとか、最新じゃなくても自分でいいなって思っているものを SNS でシェアしていくっていうのがおすすめです。はい、では次、近しい人、ご家族、ご友人に対して今挙げられることとして、
ペンタクルエース、ソードの3番入っています。そして、ルノルマンカードは紳士のカード、あなた自身またはあなたが心を知りたい男の人で出てきています。で、この場合はあなた自身ではなくて男性っていうのをワードにしてもらっていこうと思います。はい、そしてブラウン、茶色、包み込む優しさに落ち着く。今ざわざわしてますかね。近しい間柄の人たちっていうのも男友達またはあなたのご家族で男性の方っていうのもワードとして入ってくるかもしれません。その方々が今ざわざわしているような感じがするので、またはこの男性を中心に周りの人たちで揺れているようなことがあるから、しっかりとそこ固めてあげることが今あなたができることとして入ってきています。誰かね、泣いてる人がいたりとか落ち込んでる人が周りにいるかも。なのでじっくりと時間をかけて話を聞いてあげたり、その方の悲しみを取ってあげたりとか癒してあげたりすることがいいんじゃないかな。包み込んでいこうっていうのが出てきています。色としては茶色があるので茶色のもので、それは物質的なこともそうかもしれないし、時間を共有することっていうのも出てきていると思います。ゆっくりと話を聞いてあげることがいいんじゃないかなと思うんですね。あとはこの痛みを抱えている人の個性にもよって変わってくる。この人がもうずっとひたすら話聞いてほしいっていうタイプだったら、もう時間をかけてじっくりと話聞くことがいいだろうし、例えばストレス発散で遊ぶことによってパッと明るくなれる人だったら、そこにお金とか時間をかけて遊び行こうとか、食事をおごるからちょっと外出ようよっていう風に持ちかけるのもいいと思います。あとは体調を崩されてるって方もいるかもしれないですね。今身近な人の中でその方々にも温かいものを差し入れしたりとか、大丈夫って言葉をかけてあげることだったりとか、ここは安定安心っていうことをイメージしてください。そしてもし何か形としてあげられるものとしては、観葉植物がいいんじゃないかなと思います。あとは歴史を感じるようなもの、形となってあげられそうなものや、食べ物だったらね、茶色とかっていうのもいいでしょう。お金を少しかけてもいいと思います。はい、お金や時間をかけていきましょうねっていうのが出てきました。優しい、包み込む、寝具だったりとかね、そういうのをプレゼントしてもいいでしょう。で、ただ安心できるような時間とかっていうのがいいんじゃないかなと出てきていました。では次、好きなお相手に対して今あげられるものとして、お家のカード青、ペンタクル7番、ラップの2番、さっきのね前半戦と絡めて見ていきます。今回ねテーマ前半戦が好きなお相手のお気持ちだったのでね、多分ここは共通して先ほどの人だと思うんですね。やっぱりこの人、家のカードを出しています。自分らしくいられる、そしてのんびりできるような、くつろげるようなっていうところをこの方は求めている感じがするので、それは一人時間かもしれないし、あなたと一緒にいても自分らしくくつろぐ、自分らしくというか、気を緩められるような空間っていうのを求めているのかなっていうのが出てきています。だからあんまり気を張り詰めさせないような時間や場所で2人で過ごしていくといいんじゃないかなっていうのがあります。関係性を育むっていうね、今ペンタクルの7番も出てるので、じっくりと時間かけましょう。この人ね、穏やかな波でいられるように、この人の心が、そしてあなたの心も見直しのカードなので、あなた自身も今どうしようかなって関係性について見直しているタイミングだと思います。どうやったらもっと良くなっていけるかなとかね、そういうことも考えていると思うんですけど、じっくりと取り組んでいきましょう。あとこのカードね、チャクラが描かれていますね。すべてのチャクラを意識してください。安定っていうカードも入ってるから、心身のバランスどうですかって、チャクラの話しちゃうと少し長くなっちゃうので、チャクラってね、人間の体にそれぞれお尻のところから頭のてっぺんまで分かれてあるんですけど、7つのチャクラっていうのが、でそのチャクラによって
それぞれエネルギーとか自分の体どこを今崩してるかなっていうところによってチャクラが今弱まっていたりとか強すぎる場合というのもあるので、もし気になる方はチャクラ調べてみてください。そして今あなたが崩れてるところ、体調を崩しているところ、例えば頭が痛いとか胃腸が弱いとか喉が痛いとかによってチャクラ場所があるので、そこを強めていくための情報を今ネットで調べることができます。ぜひゲットしてください。ただ青が入ってるので、青いチャクラっていうのはだいたいこのこめかみ眉間のあたりなんですよね。喉だと水色になってくるのでどうかな、はっきりとした青だから多分このこめかみのあたりとか眉間のあたりなので、あと目のあたりだから眼精疲労だったり頭痛がするっていう方もいるかもしれません。なのでそのあたりを今柔らかくしていくことっていうのもいいでしょう。あなた自身に対して取り組むのもいいし、お相手がもし今そのようなね頭痛するんだよねとか目いっぱい使ってそうだなって思うときは、それらを改善していけるようなグッズをプレゼントするっていうのもいいでしょうね。出てきています。あと目に優しいものとかね、頭を柔らかくできるようなものとかくつろげるようなもの、とにかくなんか癒しとかね、安全安心っていうのをこの方ワードとして出してきてるので、あまり外に向かって今エネルギーを出していくっていうよりは内にこもって今あったかい丸い中にいたいっていうところのが出てきていますから、それを与えてあげるといいんじゃないかなっていうのもあります。ここつながりを表すカードも出ています。2人の気持ち、絆、ご縁をより深く感じられるような時間を持つことだったり、先ほどもね節制のカード出てきていて、どこまで近づいていくのかとかどれぐらい深めていくのかっていうのもそれぞれあると思うんですけど、今のお相手とあなたの関係性によってできることをやってみてください。2人のつながりを持てるようなこと、お相手のことを優先することももちろん今大切だよっていうふうに先ほども出てきていたんですけど、その距離感の中でも何かお互いのつながりを感じられるようなものがいいんじゃないかなと出てきていました。そしてこちらの青色なので、青のものを、ラッキーカラーとして取り入れてもいいと思います。何かあげるとしたら青。そしてこの色は水や空、海の色で静かで落ち着いたエネルギーを発しています。悩みや迷いがあるとき、これらを解決するためにはこの色青はとてもいい効果を与えます。また決断を迫られているときにもいい結論をもたらせてくれるでしょう。なんかねドキッとするような言葉が入ってきていますが、でも今は落ち着きとか癒しっていうところを一番にお相手に与えていくこと、それらによって後々ね決断できるようなことにつながってくるねっていうのがメッセージとして入っていたので、まずはね今はこのお家のように安心感を与えてあげること、なんか強く言ったりとか尋ねたりとか深く掘り下げていくことなく、今ゆったりとするようなことを意識されるといいんじゃないかなと出てきていました。そしてこれジャンピングで出てきたソードの6番なんですが、そのねどの関係性の方々にも言えるんですけど、あなたの言葉で今言葉とかあと LINE とかね文章を通して周りの方々に調和をあなたがもたらすといいんじゃないかなと出ています。何か切り込んだりとか深く突っ込んだりとか、意見をするというよりは見守っているっていうのを言葉で表すといいんじゃないかな。優しい言葉をできるだけかけていくといいと思います。近しい間柄の人もこのパブリックな関係性も、そして好きなお相手に対しても、あなたの言葉が美しくあればあるほどそれが周りのエネルギーを囲っていって温かい空気っていうのが生まれてくると思います。空気作りをしてみてください。とても空気を読める方であなたは入っていますからね。今そのあなたの個性を生かしていく時っていうのが出てきています。こちらも参考にしてください。で今回こちらのね何でしたっけ忘れちゃった。ズバッとじゃなくてズキュン安村さんをお選びいただいた方のリーディングは以上となります。
これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。こちら3番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマは2つご用意しています。1つ目は今気になる人のお気持ち、あなたに対してどう思っているのか。そして2つ目はリクエストいただきました。ありがとうございます。あなたが周りの人にあげられるプレゼントということでテーマを絞ってみていきます。リクエストはクリスマスプレゼントだったんですが、幅広くプレゼントということで捉えていきます。では3番のまたがる安村さんをお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。まずはソルタロットさんで、こちらから今気になる人、好きなお相手のあなたに対するお気持ち見ていきましょう。そして何かお相手と仲を近づけていくためのアドバイスもあればくださいということで、まずはこの方があなたのことを今どう思っているのかっていうのをもらっていきます。はい、では見ていきましょう。このお相手があなたに対するお気持ちなので、過去いろいろ苦しかったことを乗り越えて、今新しく湧き上がってくる思いとか、新しく、改めて再確認していけるようなお気持ち、改めて実感できる、長いことを片思いしてきたあなたの思いがお相手に届く時っていうのが入ってきています。このお相手、あなたのことを深く知っていきたい、分かり合っていきたい、お互いがそう感じています。あなたが歩み寄ることでお相手もそれを受け取ってくれる、そのような今結びつきを感じられます。ただその苦しかったことから抜けたよっていう感じで入ってくるので、なんかここで区切りがあったんじゃないかなっていうのがあるんですね。お相手の中であなたのことを思い始めているんです。今現在ね、湧き上がってくる嬉しい気持ちとか、そうですね、嬉しいこと溢れる思いとか喜びとかっていうところを今感じているんですが、少し前までうまくいかなかった、苦しかった、長いことずっとこの苦しみを味わっていたんだけど、そこがもう終わったよっていう風にはっきりとここで切り替わっているので、過去にこのお相手の中で一区切りついたっていうのが出てきています。それはそのお相手によって変わってくるとは思うんですけど、やっとあなたの思いが通じたんじゃないかなっていうように感じますね。そしてこのお相手はあなたに対してこれから動いてきますねっていうのが出てきています。かなりスピードよく早く動いてくるし、はっきりとした意思で伝えてきてくれるものがあるんじゃないかなと思います。ただ少し深掘りさせてくださいということで、少しコートカードが多かったので深掘りさせてください。
はい、ではこれで見ていきましょう。で、そのお相手の過去っていうのは置いとくというか、今はねもうねこれから先のことを考えていきたいので、過去何があったとか苦しい思いから抜け出したとか、そこはそういうことがあったんだっていうことで、これから先のことを見ていくんですけど、お相手の中でこう人間関係というか対人関係の整理をしたというか、そこで区切りをつけたんじゃないかなっていうのがあります。なので一つ可能性として出てくるのは、誰かとお別れしたとかね、清算して今あなたとの恋愛を育んでいこうとしている、ここね、思いが通じ合ってるんじゃないかなっていうのがあります。お相手の中ではあなたに対してときめき始めた、もうときめきを感じた、恋している、恋が始まったっていう感じで、あなたの思いが通じたんじゃないか。だけどここお相手にとって誰かとのお別れだったりとか、そのお相手の前ね交際されていた方とかとのお別れがここであったか、あとはこのお相手の中で、ちゃんとした区切りっていうのが出てきているので、はっきりと自分の中で決めよう、決断しようっていうところがあった。自分の迷っていた気持ちに対してこれからはっきり示していくんだっていう風にね、勇気出そうって思った方もいるでしょうし、このお相手の中で苦しみ抱えていたことについてはもうはっきりと自分の力で乗り越えたんだと、切り替えたんだっていう感じで入ってきます。ただそこにはやっぱりこう前の恋人のこととかっていうのも乗り越えてきたのかなっていう感じで入ってきています。はい。あとはそうだな、やっぱりこのお相手が自分自身で自分の壁を乗り越えたんだっていうのが出てきていますね。なのでこの方っていうのはもう過去のなんか痛みとか辛いこととかにとらわれることなく、あなたに前進してやってきます。なのでそれをあなたは受け取っていくんじゃないかなっていうのがあります。だけどここのところでネズミのカード出ています。どこに行ったの？向こうかな？それともこっち？そそっかしいのは分かってるけど不安でじっとしていられないっていうカードが出てきているので、そわそわしてる気持ちになるんですよね。ここ少し恐れのところで、あなたがそう感じてるのかお相手がそう感じてるのか、まだね過去にとらわれる時がたまにやってくる、過去の痛みがたまにやってくるんだっていうのが出てくるんですね。ここのことだと思うんですね。こことここ、自分で清算はっきりとやったつもりなんだけど、たまにこれがニョキッと出てきて自分の心を不安にさせちゃうんだっていうことがあります。だから前の恋人のことかもしれないし、ただあなたのことかもしれないんですよね。あなたとお相手過去に何かこう衝突したよとか喧嘩しちゃったんだとか、何かこう身に覚えのある方はそこについてまた時々ね思い出しては不安になっちゃうっていうようなお相手のお気持ち、不安で出てきています。過去のことです。で全くあなたとの間で身に覚えがないっていう方だとしたら、多分このお相手の元パートナーのことや、もしあなたに過去恋人がいてとかそのことを知ってるのであれば、そのことについても考えていたかもしれません。ただもうこの人の中でははっきりと答えを決めてもう進んでいくんだって、たまにちょっと不安になっちゃうところがあるんだけど、それでもね自分は進んでいくんだっていう気持ちが強く出てきています。はい。じゃあポイントとして入ってくるのがこの怒りのカード、アンカー。しばらくここにいます。周りが変わっても何のそのマイペースが強みです。いろんな思い悩むこと、不安な思いっていうのがあったとしても、この方切り抜いていけると思うんですね。ただ落ち込むと多分ズンと落ち込むような感じがするので、あなたから見てもわかると思います。今元気ないな、だから連絡ないのかなとかね、そういうのが手に取ってわかると思うんですね。じゃあそういう時ってどうすればいいのっていうところなんですけど、この方安心感を求めるようなところがあるので、はっきりとあなたの方から口に出して大丈夫だよとか好きだよってことを言ってあげた方がこの方安心するんじゃないかと思うんです。約束何か交わすってこともいいと思います。鎖っていうのはずんと重くて海の中でしっかりと船を固定させてくれるものなので、2人の関係性を固定できるようなものを意識してみてください。
ちょっと揺れちゃうところがあるんですよね。この方の中で何と揺れるかって言ったら、不安な気持ちとあなたとの関係性を進めていきたいっていう恋する気持ちと、過去への不安だったりとか恐れっていうのが揺れているような時が時々やってくるんです。はい。じゃあその中で何をしてあげたらいいのかっていうことで、満たしてあげることっていうのがアドバイスとして入っています。カップの9です。あなたがお相手の不安な気持ちを解消させてあげたりとか、もう十分ね、優しさを届けているんですが、その中でもね、お相手がやっぱりどうしても揺れちゃうんだとか、ちょっと一人になりたいんだっていう時もあるかもしれないですね。不安になっていて、ストレスが溜まってるような状態。それをぶつけるんじゃなくて、この人多分自分の中である程度消化させようとすると思うんですね。もしくはそうだな、外にぶつける可能性もあるかもしれない。わーって言っちゃうような時もあるかもしれないし、少し暴走気味になっちゃうかもしれない。あとは迷走する、さまよう感じになっちゃうかもしれないので、そういう時にこっちだよ、大丈夫だよって誘導してあげたりとか、好きだよ、だから安心してねって言葉かけてあげるとか、あなたがしっかりとした道しるべとして、または重いものとして固定してあなたが変わらずにいること、それがあればお相手は揺れる気持ちがだんだんと収まってまた安定してくるようになるので、そうなると暴走した、こう動き回っちゃった、あたふたしちゃったこともスンってなっていくので、お相手の気持ちを満たしてあげることがテーマとして入っています。ただね、あなたは十分尽くしていると思うんですね。でも2人の関係性としてはそのような関係性なのかなっていうのがあります。ただお相手が動きのあるカードを出してきていますから、不安な気持ちがない状態の安定している時のお相手っていうのは、あなたに対しても積極的にデートに誘いかけてくれたりとか、応じてくれたりとか、そういうこともありますから、ちゃんと動きとして表してくれるので、動かないよじゃなくて動くんですよね。この方はその動くんだけど、どんな風に動くのかっていうのはその方の不安の度合いによって変わってくるかも。不安な気持ちがあれば、自分で消化しきれなくなると突然ね、こうわーって泣き出したりとか、暴走するっていう可能性もあるし、または落ち着いている時はちゃんとした行動として、進んできてくれるっていうのがあるので、動くには動くんだけど、この方の心次第っていうのがあります。心によって動き方が変わってくるのかなと思います。だから何考えてるかわからないっていうよりは分かりやすいんじゃないかと思います。なんか暴走してるなとかね、落ち込んでるなとか、そういうことも分かるんじゃないかなと思います。あとは今こんな感じでね、仲良くやってるから、お相手のお気持ち今安定してるのかなっていうのも分かりやすいんじゃないかなと思います。はい、ということで次は後半戦に行きましょう。これはあなたが周りの人に今あげられるプレゼントとして形としてあるもの、もしくは言葉や気持ちとして差し上げられるものを見ていきます。はい、ではここが好きなお相手、もしくは異性の方に、そしてここが近しい間柄、ご家族やご友人、そしてここはパブリックな関係性なので、学校の中とか職場の中とかご近所付き合いとして、この3パターンに分けて見ていきます。ではカードを出していきましょう。今あなたがあげられるものなんでしょうということで、閉じていきましょうね。後でめくるのを楽しみにしましょう。そしてカラーカードからももらっていきます。ちょっとめくれちゃいましたね。あとはタロットカードからもらっていきます。
い、ではタロットはシークレットパラダイスタロットさんからもらっています。ではまず、これがまず遠い関係性の方からいきましょう。パブリックな関係性の方々には四つ葉のカードと銀ですね。銀色です。はい、そしてタロットでもらっていきましょう。ソードの5番、カップの10。はい、今その社内とか学校の中とかね、そのパブリックな環境の中で対立起きてるのかなっていうのが出てきています。あなたじゃないかもしれない、周りの人で揉めていたりとかっていう感じで、ちょっとね人間関係騒がしいなっていう感じがします。あとはここは四つ葉のカード、クローバーです。あなたが手にするのは小さいけれど温かな光のようなものというメッセージが入っています。小さいもので温かいものを周りの人に配るといいでしょう。たくさんね食事しましょうっていうカードが入ってるんです。もうシンプルに食事をして同じ釜の飯を食って家族となるみたいなね、そんなカードです。はい、なので今このチームとかで動かれている場合は、そのみんなで食事する、飲み会する、同じ食卓を囲んでください。同じものを食べてくださいね。そうするとより一層絆が深まっていくでしょう。なんかね少しね揉めてる感じがするんです。ワイ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 、ワンやワンやっていう感じがするので、これを食によってまとめていきましょうっていうのがもうパンと入ってきていますので、これ当てはまる方は周りと調和とっていきたいのであれば、あなたの方からお食事にお誘いしてもいいし、1対1かもしれないしね、大勢で集まるのかもしれない、大勢かなっていう感じがするんですけど、幹事やるのがいいんじゃないかなとあります。あとは食べ物系ですね。ここも完全に食べ物系で、そして小さなものを配っていくっていうことは、例えばクッキーをお渡しするとかね、ちっちゃいお菓子をみんなに配っていくとか、飲み物を配るとかっていうのもいいと思います。あとこの銀というのはラッキーカラーでシルバーっていうのも入ってきますし、シルバーアクセサリーなんですが、でもねこんなたくさんの人にシルバーアクセサリー配れないと思うので、銀色のものでちっちゃい飾りのついたものを配るとか、そういうのもいいかもしれません。名札とかね、ピンがついた名札とかもいいと思いますし、あと光っていうのがワードとしてどっちも入ってるので、光の出るもの、ライトだったりキャンドルを配るとかっていうのもいいと思います。そのあたりも参考にしてください。あと毎日使えるようなものがいいんじゃないかと思います。もし物としてプレゼントするんだったら、みんなが仕事で使えるような付箋だったりメモ用紙とかね、日々何か役に立てるようなものもいいんじゃないかと思います。あとシルバーのこのカードの意味は浄化を表しています。やっぱりストレス発散、じゃあどこでってなると、みんなで集まって話す飲み会とかね、こういうのが周りの人にとってのストレス発散とか仲良くなる方法なんじゃないかなっていうのが出てきていました。では次は近しい間柄、お友達やご家族っていうところで怒りのカード、先ほども出てきていましたね。周りが変わってもマイペース、そして黄緑、暖かな光を感じて成長するというオリーブグリーンの色です。ラッキーカラーとしてはこのグリーンですね、黄緑です。そしてタロットカードからはソードのクイーンとソードの4番入ってきています。主にご家族かな。で、あなたが、仲裁に入っていたり、またはなかなか長いこと会えていないとかっていう感じも今入ってきます。仕事が忙しくて実家に帰れていないとか、家族に会えていないとか、あと家族と一緒に住んでいてもなかなかゆっくりする時間持てていないとか、あとなんか冷戦状態っていうのも入ってくるので、喧嘩しちゃって今ちょっと冷戦っていう感じ、言い合ってるわけじゃないんだけど、お互い距離を置いてるような、そんなお友達でもね、そういうような感じを受けるので、あと本当に体調を崩してるかなっていうのも入ってくるんですよね。今その部分に当てはまる方っていうのは、体調を崩してる方がいるんだったらお見舞いに行くとか、言葉をかけるとか、温かいものを差し入れするとかっていうのもいいでしょう。あまりせかさないこと、相手のことを
体調を崩している人に対して温かい言葉をかけるんだけど、特にねメンタル崩している方に対しての言葉っていうのは温かいものだけにしといて、どうしてそうなったのとか原因を聞こうとしたりとか理由を尋ねたりとか、そこまでは深く掘り下げなくてもいいので、見守っていることっていうのもいいのかな。言葉をかけるっていうよりは、特にね体調を崩している方に対しては見守っていることが一番いいのかなと思います。形としてプレゼントして送れるものとしては、温かいもの、飲み物、食べ物、そして光を感じられるようなものや植物がいいと思います。植物が育っていくのを見て心が癒されたりとか育まれていったりするので、植物ってねそういう効果があるんですよ。なのですぐ枯れちゃうものではなくて、観葉植物のように長く育んでいけるようなものがいいんじゃないかと思います。はい、そしてあんまり急がせないでマイペースでいいからゆっくりね治療してねっていうこともいいと思いますし、あとは今家族関係や友達の中で冷戦状態だっていう方に対しては、そこをあなたが仲裁に入っていくというか、仲違いしてる人をつないでいくような感じでも入ってくるんですね。それは SNS 上 LINE とかでまとめ上げていくのかもしれないしっていう感じで入ってきています。なので周りの人でもしバラバラになっちゃってるようなものをまとめなきゃっていう方は SNS をうまく活用していくといいんじゃないかなっていうのも出てきています。あとは太陽の光、暖かな光、太陽の光っていうのも入ってくるので、日光浴したりとかね、家族で天気のいい日にお出かけしたりとか、紅葉を見に行ったりとかね、どこかに出かけるってこともいいでしょう。あとじっくりとね話を聞いてほしい人がいるみたい。友達でもご家族でも、特に女性の方っていうのが入ってきます。その方の話をただ聞くだけとかでもいいと思います。今あなたがしてあげられることとしては、ものじゃなかったらね話をゆっくり聞くとか、親しく会ってない人に会いに行くとか、あとは周りで今冷戦っていう感じでバラバラになっているようなものをまとめていくっていう、ちょっとねここは大変かなとは思うんですが、まとめていくっていうのはね大変かなと思うんですけど、じっくりとそれぞれに話を聞いていくことでまとまっていくような感じもします。はい、ということで次は好きなお相手に対してしてあげられることとして見ていきましょう。お相手のカード、紳士のカードと金色、ゴールドのカードが入っています。自信を授ける色ですね。そしてタロットカードはペンタクル6番とペンタクルエースが入ってきています。時間を持って育んでいきましょう。一番時間かけてもいいかもしれない、好きな人のことに対して。もうあなただけなんだよってことをはっきりと分かるように示してあげると、よりこの人安心できるんじゃないかなっていうのが入っています。そして今ねお相手と仲を育むチャンスです。仲を深めていくチャンスなので、じっくりとここね時間かけてもいいし集中してもいいよっていうのが出てきていますね。この好きなお相手のことだけ考えていてもいいしね、でもそういうわけにはいかないとは思うんですけど、できる限りここに時間割いてもいいと思います。今2人の関係性を育んでいくとき、すごく良いバランスになっていきますからね。あともし何かこの人に対してあげられるもの、形としてあげられるものがあるんだったら、ゴールドを意識したようなものがいいでしょう。金色っていうのは豊かさや高級感、そして自信を与えてくれる色です。物事をポジティブに捉えるときに役に立ちます。前向きに進んでいきたいとき、そして成功を手にしたいときは金色のものを身につけると良いでしょうというメッセージがあるので、お相手に自信持ってほしいなっていうとき、あとは自分自身もそうですよね。自信持ちたいなっていうときは、お互い金色のものをプレゼントし合うっていうのがいいかも。分け与えるっていうカードも入ってるので、あとそのお金をかけてもいいと思うんですよね。ここペンタクルのカード2枚入ってるので、ちゃんと形として表す、そして高級感っていうのもあるので、多少ね無理はしない範囲でね、2人でお金をかけてペアのものを持つとか、あなたからプレゼントするとすごく喜ぶんじゃないかと思います。で、金は金でもその2人で持てるものがいいんじゃないかなって思うんですね。
ドンとペアリング買うとかじゃなくて、もっと気軽に渡せられるようなものでいいと思います。ゴールドの色が入っている小物をプレゼントしてお互い持っていたりとかっていうのもいいでしょうし、あとはもう直接もうお金をかけて2人で食事行ったりデートして楽しんだりとか、一緒に過ごす時間を育んでいくといいんじゃないかなっていうのも出てきています。そしてアドバイスとしては、今はねここに時間やお金を費やしたとしても見返りは求めないことっていうのがアドバイスとして入っています。はい、たくさんお相手に時間かけていきましょう。大丈夫、これだけかけたんだから同じぐらい返ってくるよねってことは、今はそこは求めないでおきましょう。今はね、そのうちゆくゆく帰ってきますから、今は尽くすっていう感じになるかもしれないんだけど、その方がでもお相手も今、さっきもね前半戦で出したカードで今始まっていくところだし、最近区切ったところっていうのも出てきていたしね、揺れやすい方っていうのもあったので、なるべくこう今は尽くしていくとよりお相手が伸びやすいんじゃないかなっていうのが出てきていたので、これも参考にしてください。今回はまず前半戦として今気になる人のあなたに対するお気持ちと、そして後半戦としてはリクエストいただいたあなたが周りにあげられるプレゼントとして関係性別に出していきました。ではこちらのまたがる安村さんをお選びいただいた方のリーディングを終わらせていただきます。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。それでは4番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマは2つご用意しています。1つ目は今気になる人のあなたに対するお気持ち。そして2つ目はリクエストありがとうございます。あなたが周りにあげられるプレゼントとして見ていきます。はい、ではこちらの、アイドル座り安村さんをお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。よろしくお願いします。まずは気になるお相手の今のあなたに対するお気持ちを見ていきます。はい。そしてアドバイスもあればお願いします。はい、では見ていきます。まず早速ですが深掘りしていきます。ルノルマンとタロットをもう一回切り直して、今のお相手の現状っていうのがソードの3番です。お相手の中で何か思うことがあるみたいっていうことが今の現状ですね。現状がソードの3番なので、そこに対する深掘りを少しもらっていきます。そして、ルノルマンカードからももらっていきます。現状をしっかりと見ていった方が4番の方良さそうです。そしてあなたの方も
はい、まずはここで補足をもらっていきましょう。まずお相手の方を見ていきます。お相手、ムーンのカード、子供のカード。その時きっとあなたは幼い子供のような眼差しで世界を見ている。子供のカード。お相手はね、あなたのことを魅力的に感じてますし、異性として認識しています。はい。そこはちゃんと出てきているので、ただ現状が、お相手なんかね、不安になってる感じで出てきていて、そしてあなたの方の見ていくんですけど、あなたの方もネズミのカード。あれ、どこに行ったの？向こうかな？それともこっち？そそっかしいのは分かってるけど不安でじっとしていられないの。あなたの方でも今不安やストレスっていうところがかかっていますか？どこに行ったの？それは何？私の気持ち？お相手の気持ち？何が不安にあなたをさせているのか、っていうところで、例えばお相手の中でお相手もね不安なんですよ。月のカードが出てきているから、見えていない、それによって悲しんでいたりとか、お互い今曇ってるような感じで入ってきてるんじゃないかなって思うんです。あなたの方でもストレスを抱えているので、その何に対してっていうところはそれぞれあると思うんですが、ただお相手とあなたって関係性持たれてる方なので、ちゃんと仲を育んでいる方とか、浅い関係性っていうよりは今ちゃんとお互いの存在を認識されていて仲を育んでいたんだけど、今の現状お互いが見えていないものがあるとかっていうのがあります。もし浅い関係性だったとしても、この方浅い関係性であなたのことを認識していていいなと思っていたと思います。だけど現状見えていなくて不安だからすごく悲しいっていうところがお相手のところ出てきています。なんで悲しいのって言ったら、見えないからだよ、不安なんだよっていうのが出てるんですよね。何に対して不安なの？自分の行く道、行く先がまだはっきりとわからない、あなたの気持ちが見えてこないとか、あとは進む方向がまだちゃんとわからなくて今コントロール効かないっていう、なんかねこう寂しいのかなっていうのが出てきています。あとは見えないってことは始まっていかないとかっていうこともあるんじゃないかと思うんですね。あなたの方も少しこう不安とかねストレスっていう感じでじわじわ来てる感じがするんですよね。すごく本来だったら明るい、そして魅力的、カラッとしてるような、あなたなんですよ。積極性もあるしね。なのでお相手に働きかけていったりとかするような方なんですけど、今そのストレスを抱えていてお互いが今足踏み状態っていうようなところが出てきています。まだこう気持ち出せていないような感じもするし、ちゃんとはっきりとね今愛情をかけてあげられないお互いがっていうところがある。こっちは見えなくて不安っていうところで、あなたの方も少し不安なんですよね。もう少しもらいましょうか。例えば体調を崩してるあなたの方でモチベーション活力が湧いてこない、体調を崩してるっていうのが入ってくるのかな。花束のカードも入ってきています。体調を崩している方はそのことによって今その恋愛進めていけないぐらい体調を崩されていたりとか、それがネックになって今進んでいけないような見えないような不安とかっていうのをお互い抱えていたりとか、体調崩してデート延期になっちゃったとかね、それで不安とかっていう風になってるかもしれないですね。お互いが今不安な、そして揺れているような、って感じです。あなたの方はストレスのカードなのでストレスを感じていて今活力が湧いてこないような感じ、本来のあなたの魅力っていうところよりも今不安の方が大きいかなっていうような出てきていますね。デートが延期になっちゃったとか、なかなか会えないとか、そのことによってお互い不安になっているような感じが入ってきています。ではこの後ね見ていきましょう。お相手じゃあどうしたいのとかどういうこと考えてるのっていう風に出てくると、しばらく我慢するよっていう感じで入ってくるんですよね。動きたいんだけど今でも
積極的になんか物事を動かす時じゃないのかなっていう感じで、時間をこうっていうか、時間をかけてゆっくりとやっていこうって、多分あなたのことを気遣ってるんじゃないかなと思うんですよね。あとは自分の抱えてることとかもあるから、お互い今それぞれ抱えてることがある。だけどちゃんと気持ちはあるんですよ。なんだけど、まずは安定させていくためにも一回ストップするというか、まずゆっくりと回復していくためにっていうことで働きかけていくと思います。まだお互いの足並みがちゃんと揃っていないようなところがあるので、じゃあどっちから働きかけるのっていうところがポイントなんですね。ここお二人の関係性で言うんだったら、お相手も心の中っていうのはあなたと安定した優しい平和的な時間が欲しいって思ってるので、とにかく落ち着きたいんですよ。ゆっくりしたい、あなたと一緒にほっとくつろぎたいっていうのがあってね、そこは出てきているんですよ。だけどその気持ちをじゃあ表に出していくのかって言ったら、出さないんじゃないかなって思うんです、今はっていうところで。お相手の方が我慢する感じっていうのが出てきています。ここね、ポイントなんですよ。どっちが働きかけていくのかっていうところで、お互い様子見てるところもあるだろうし、ただそのお相手があなたを大切に思ってるからこそだよってことは、ここはね強くお相手の方が言ってきてくれてるので、あなたを思うからゆっくりと時間かけたいとか、そして自分がこらえることもね、我慢するようなこととか、前に出ないってことも出てきているんですけど、絶対叶うよ、どんなに遠く見えても勇気出してっていう感じで入ってきました。どちらかが働きかける、どっちっていうことじゃない、出てきました。お互いがそれぞれ寄り添っていく、歩み寄っていくのが一番大切。それができるかできないかっていうところでドンと出てきました。ポイントとしては、今の状態から前進していく、プラスにさせていくのかっていうのは、お互いがそれぞれ取り組んでいかなきゃいけないっていうのがある。どっちかからじゃなくて、だから様子見てばかりだとそこから先進んでいかない、どっちもお互いがっていうところがあるから、ここね大変ね、相手から来てくれるわけでもないし、じゃあ自分から行けるのかって言ったら、その勇気も今持てないような状態だしね、ストレスかかってるから、お互いがそうなんだよね。お互いから来てくれたらいいなって思ってるんだけど、じゃああなたから行くのって言ったら、いやいやいやっていう風になっちゃうような状態だから。だけどどんなにね願いが遠いって遠ざかってるように感じたとしても、勇気出して掴みに行こうっていうのが出てるんですよね。なので今これを見たあなたが心に響くものがあれば、自分から動いてみてくださいって。もし何か伝えたいことがあるんだったら伝えていきましょう。あげたいものがあるんだったらあげていきましょう。もうすでにお二人のお気持ちって通じ合ってるんじゃないかなって思うんです。ただ現状何かお互いあって、そこで今止まってるような感じがするんですね。だからお相手の方でも今自分の中でブレーキしてるようなところが出てきています。で、一番何がこの人求めてるのって言ったら、癒しの時間を求めてる。とにかく安心したいって、あなたの元気な姿を見て安心したいっていうのもそうだし、お互いがほっとくつろげるような時間が欲しいっていうのが出てきているので、今一度お互いの関係性や、なぜ今こんな風になってしまったのかなっていうところを考える時だよっていうのが出てきています。どちらかというと今受け身な感じですね、お相手的には。ただしあなたのことを大切に思っているので、ないがしろにはしていません。はい、そこは出てきています。もしね、あなたの方から勇気を出して踏み込んでいけるのであればやってみてって、そこから広がっていけるよっていうのがあります。お相手の方からはね、動いていけばいいんだけど、でもあなたの方できっかけを作ってあげられるんだったら、そこでお互いまたね寄り添っていけるようになっていくと思います。2人の世界っていうのがもう完成されていて、そうだから思いが通じ合うとか優しい時間を過ごしていたんだけど、その先一歩を踏み出していくために今、
バランスをとっていかなきゃいけないようなことも出てくるんじゃないかなって思うんです。気持ちのコントロール、お互いの距離感、お互いの気持ちのバランス、いろんな角度からバランスを取ることっていうのを意識しながら前に進んでいく、勇気を踏み出していく、または勇気を持って進んだことによってより一層バランスが取れていくのかもしれません。今一度見直してみてっていうようなカード、そしてここね、ポイントとして入ってくるのもフールのカードで、より自分たちらしくいられるために、自分らしくいるために、あなたがあなたらしくいるために、そしてストレスから解放されていくために、今どんな手段をとっていきますか。もうすでにあなたの目の前にはやり方、方法、手段っていうのがもう出てると思います。何通りか、これをするあれをするみたいな感じで何通りかあるパターンの中で、あとは自分がそれを選んで進んでいくだけなんだよってことを教えてきてくれています。これをやると大きく前進する。だからまず何が今揃っていて、今ね必要なもの全部あるから何を取っていくのかとか、今自分たちの関係性ってところをもう一度見て、そこで今決めてみてっていう風にね後押ししてくれていますね。はい、より良いものをこれから求めていくためにもっていうことでね、関係性を見直してみてやってみましょう。今勇気が必要な時、そしてお互いがストレスなく過ごしていけるためにも、ここ何かねお互い向き合っていくところがあるんじゃないかなっていうのが出てきていました。はい、ただお相手はすごくあなたを大切に感じてくれています。なのでね、お相手が嫌いになっちゃったとかじゃないので、心当たりがある方もいるかもしれないです。お相手とあなたの間に今何かできてしまった原因を感じている方はそこを取り除いていく。何も心当たりがないっていう方は、ただなんとなくね距離が離れてしまったような、お互いストレスかかってるような感じがするっていう、ただでもお互いストレス感じてるっていう風に思ってる時点で何か心当たりがあると思うんですよね。そこを解消させていくために本当はお互いが歩み寄っていくのがいいんだけど、でもお互いが今勇気出せていないようなところ、向き合っていけないようなことがあるので、ここはもうぐっとあなたが勇気を出して進むといいんじゃないかなっていうのが出てきていましたね。向こうからねやってきてくれるといいんですけどね、ただお相手の方からも働きかけてくれたことってあるんですよ。そう、向こうからやってきてくれた、アプローチしてくれたとか、好意を見せてくれたとかね、そういうところはあるので、ただお相手の中でも一生懸命頑張ってきたんだけど、それでも今の現状うまくいかないからどうしようかなって、見えないなっていうところが出てきていました。はい、では前半を終わりにして次後半に行きます。後半はあなたが周りに今あげられるプレゼントということで、形としてあげられるもの、もしくは形のないものかもしれません。こちらを見ていきましょう。で、関係性分けていきます。好きなお相手、近しい間柄、ここはパブリックな関係性として分けていきます。ではもらっていきましょう。まずは好きなお相手に対して、これは友人やご家族、これは職場、ご近所付き合い、学校とかね、社会的な立場の方々っていうことでもらっていきます。で、あとはカラーカードからももらっていきます。何か今周りの人にあげられるもの、形、言葉、気持ちとして参考になれば幸いです。はい、そしてシークレットパラダイスタロットさんからもカードもらっていきます。
はい、それではもらっていきましょう。まずは遠い関係性、パブリックな関係性の方々から見ていきます。はい、熊のカード。私があなたを守ります。あなたは私の背中に隠れていてねということで、あとはピンクのカードです。桃色、花が咲き誇り、幸福という実がなる。あとはペンタクル2番とタワーのカードです。あなたの中で今の環境ね、生活環境、社会的なところで、今なんかね、タワーが入ってるってことは、周りでね、今崩れちゃうようなことがあるから、あなたがそれをなんとか取り持っていこう、バランス取っていこうっていう風になってるのかなと思います。支えているあなたがね、一生懸命周りが持ちこたえられるようにっていうことで、縁の下の力持ちみたいな感じで入ってきています。うまくやろうと立ち回ろうとしてるんだけど、でもね、周りに対して元気づけようとか大丈夫だよって声かけていても、周りがこう揺れていたりとか、何かと騒がしいような感じがしてきます。そしてピンクという色は恋愛と幸福の色を表しています。周りの人たちに幸福感やリラックス、優しい気持ちを今分け与えていくといいでしょう。ただし今そのパブリックな環境で恋愛関係とか恋愛の色が入ってくるということは、職場で恋愛されていたりとか、例えばあなたのことを好きだって言ってる人が出てきたりっていう可能性もあるんですよね。好きなお相手と同じ職場っていう可能性もあるんですけど、だとちょっとね、恋愛要素が入ってきてはいるんですが、でもそれを抜いても今あなたが優しさを周りに分け与えていく時っていうのが入っています。でももうやってると思うんですけどね、あなたは力持ちさんなのでみんなを守っていくような立場だし、またはそのような性格だと思います。周りに優しく接していて、こうね、周りを安定させるような方なんだと思うんですね。十分やってると思うんですけど、さらにね、こう今何か挙げられることとしては、今の現状を整えていくためにあなたが働きかけているのをそのままその通り今やってねっていうことですね。大丈夫だよっていうことです。あとモチーフとしてクマのカードが出てるので、クマのモチーフのものもみんなにこう上げていくといいでしょう。キャラクターのものとかもね、いいと思います。あとなるべく明るくさせていくのがいいと思うんですよね。かなり深刻な状況だよっていうところもあると思うので、それを持ち直していくのはあなたの明るさとか柔軟性にかかっているので、切り替えがいいんですよね。社内で何かあったとしても、さあ切り替えてやっていこうって、明るくやっていこうっていう風に手を叩いて切り替えができる方なので、その切り替えスイッチの役目っていう感じがします。はい、なので今もう十分されてると思います。大丈夫、今のままでいい。もし何かね、形として配れるものがあるんだったら、疲れてる人とか困ってる人に対してやってるんですけど、さらにね、こう何か渡してあげるとか、いつもありがとうとか、一緒に頑張ろうみたいな感じで、みんなに対してかな、平等に疲れてる人だけじゃなくてね、いろんな人が疲れてるかもしれない、この周りの人たちが。なのでここらでパーッとやろうよとか、気持ち切り替えてとかね、いつもお世話になっていますっていう形で送るといいと思います。花柄のものもいいかもしれません。お花入っています。もしくはピンクっていうのもありますね。あと丸いものもいいんじゃないかと思いますし、できるんだったらね、形として渡すんだったらずっと形として残ってるもの、消耗品じゃなくて、置物だったり、手渡ししてキーホルダーだったりとかね、お渡しして、それがずっと形としてできる限り半永久的に残るものもいいんじゃないかと思います。だからお花よりも花柄のポーチとかハンカチとかね、そういうのがいいんじゃないかと思いました。では次、近しい間柄の人たちにとって犬のカードオレンジ。はい、明るいカード。これはオリジナルのカードが入ってきていますね。共存を表すカードです。コエグジストというカードで、みんなで一緒にやっていきましょうとか、
そして相手の気持ちを尊重したり、相手のことをより深く知っていこうっていうお気持ちを見せていくこと。みんな違ってみんないい、だけどみんなで丸くなって輪になってやっていきましょうよっていうね、お互いの個性を伸ばし合いながらやっていきましょうっていう受け入れることをしていくってことですね。そして犬のカードです。ここにあなたを信じている人がいます。はい、今こっち職場とか社会的なところで大変かもしれないので、この家庭とか友人とかあったかいような絆を感じることができるでしょう。疲れているあなたを逆に癒してくれるんじゃないかなとも思いますし、でいろんな人と集まるんじゃないかなと思います。ご家族だとしても親戚で集まるとか、家族の中でも個性バラバラだけどみんなね仲がいいとか、お友達でもそうですよね。いろんな業種の人が集まるタイミングだったりとか、いろんなお友達個性それぞれあるので、みんなで集まるっていうのがテーマかなっていうのが出てきていました。でもソードの4番が入っていますね。ここね、休息を表すカードです。でもこれは自分の時間も大切だけど、みんなで集まって楽しくやることで、よりここであなたの癒しの時間になるんじゃないかなと思います。どっちも大切ですよ。自分の時間も大切だけど、あなたが一人じゃないんだよってことを周りの仲間たちが教えてくれるんじゃないかと思うんですよね。だから十分にいっぱいたくさん人と十分に時間を味わってください。みんなで集まる時間ね、絆を感じてください。信頼のおける仲間たちと集まって今楽しくやりましょうねっていうのが出てきています。だから近しい人たちと今何かできる、あげられること何かって言ったら、集まること、収集かけましょうっていうことですね。そうだね。それがみんなそれぞれのそうですね、個性を引き立てることにつながるし、みんなが元気を出せること、モチベーションが上がることにつながると思います。元気がない人もいるかもしれないんだけど、みんなで集まることによってより楽しい時間、気持ちを共有し合うことによって、ああもう楽しかったって、それでいいと思います。そしてオレンジという色は活気に満ち溢れて元気を与えてくれる色です。社交的、積極性があります。その上、思慮深く思いやりもあるんです。絶え間ない笑顔を与えてくれる色なので、今たくさんね笑い合いましょうっていうのがあります。ご家族の中や友人たちの中で集まって笑えるようなことをしていきましょう。笑いを提供していきましょうってことですね。はい、なので今何か形としてあげるというよりは、笑いの時間をあなたが作っていくといいんじゃないかっていうのが出てきていましたね。お互いの趣味を知り合うことでもいいと思いますし、あとモチーフとしては犬のカードが入っているので、犬モチーフのものやオレンジカラーを取り入れてください。いろんな一国文化を取り入れてもいいかもしれません。では次、好きなお相手に今あげられるもの、ライダーのカードと藍色、冬の夜のような静寂、インディゴブルーです。これいいカードが入ってきました。動きましょう。さっきね、お互い様子見ていてどっちも動けないような状況で、その中でもあなたが勇気出してみてっていうカードだったんですけど、これあなたが動くと願望叶うよって、希望が叶うよっていうカードなんです。その希望はあなた宛てではないもののような顔でやってくる、でもあなたが向かっていく。自分の夢をつかみに行きましょう。今それがやってきています。動きましょう。そしてソードの3番、いやさっきもねお相手のところで入ってきてたなこれ。そして3、太陽、大丈夫。お相手のね悲しみを明るくさせていけるのがあなたの動きで変わってきます。明るくなれるよ、大丈夫だよ。そしてこのインディゴブルーは気分が落ち込んだり心に悲しみがある時に冷静に正しい判断を下す力を与えてくれます。静寂、浄化、集中などの効果があり、心の内面や精神を安定させ、自分自身を高めてくれます。解決能力がある色です。はい、このようなメッセージが入っています。はい、お相手にプレゼントするのであれば、濃い青、藍色、
とか、あと静かな感じの色ですねがいいかなと思います。あと太陽が出てるので明るいものだったり、光り輝くものやあったかいもの、温度の高いものっていうのもいいでしょう。お相手を温めるようなお気持ちで何かプレゼントするといいと思います。はい、これねすごくいいですよ。あなたが動いていくとお相手も明るくなれる、明るく元気づけてあげられるようなことを明るくね接していきましょうっていうのが出てきていますね。あと悲しみを癒してくれる色なので、お相手の中でこう落ち込んでるのかなって思う時にこの藍色、形としてあげられるようなこと、色がいいのでお洋服とかだけじゃなくて、例えば待ち受け画面とか、あと画面で共有できるようなこととかね、この色を取り入れてみてください。なんだろうな、シェアできるようなものもいいですよね。 LINE でポンって送れるようなもので LINE スタンプとかでね藍色のものを取り入れていくとかっていうのもいいかもしれないですね。はい、やはりねこのお相手のこの苦しみ悲しみっていうところねちょっとね2枚出てきてるので、かなりこう今落ち込んでるような感じがするんですよね。そうですか、セブンオブソーズ、アドバイスをもらっていきましょう。ジャスティス、セブンオブソーズ、なるべく今は優しく丸く接してあげておいてください。何か心を痛めているようなお相手の姿っていうのが見えてるので、あなたの方でも戸惑ったり迷ったりストレス抱えたりとかっていうカードが出ていたので、どうやって動いていったらいいのかなって思っていると思うんですけど、近道はありません。誠実に向き合うことが今一番大切です。はい、あなたの心をオープンにしていきましょう。そして何かをねはっきりと求めることなく、まずはお互いの今問題になっている、根本的に今抱えているものを解消させていくこと、悲しみから抜け出すことだったりストレス解消できるようなことをまずやっていく。それが2人に関係することだったら2人で取り組んでいけば良くなっていくんですけど、それぞれが乗り越えていくこともあると思うので、あなたの方でも自分自身でストレス解消できるようなことをやってみたりとかして、まず自分の気持ちを安定させていきましょうっていうのがアドバイスとして入っていました。これもぜひお受け取りください。今回は2つのことを見ていきました。今気になる人のあなたに対するお気持ちと、あとは今あなたが周りの人にあげられるプレゼントとして関係性別に見ていきました。ではこちらのね、アイドル座り、アイドルポーズをしている安村さんをお選びいただいた方のリーディングを終わらせていただきます。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。